世界のジャパンチャンネルへようこそ。皆さんは日本と友好関係にある国を何カ国知っていますか？今回は海外で称賛された日本の名演説に関する話題をご紹介します。神々と信仰の国と言われるインドは5000年の歴史があり、多様な宗教、言語、文化を持つ民族がひしめき合って一つの文化を作っています。そんなインドでのある出来事に関して海外で話題になっていた記事がありました。それは2007年8月22日にインドで行われた国会で、当時日本の総理大臣だった安倍晋三氏が行った演説の一部を紹介している内容。演説を終えて安倍氏が深い礼をした直後、インドの国会議員が全員総立ちになり、拍手が鳴り止まなかったそうです。インドの主要メディアは新聞の全面を割いて伝えましたが、日本では内容どころか演説の存在自体がほとんど報道されませんでした。一体どのような演説だったのでしょうか。安倍氏による当時の演説の内容を見てみましょう。アショカ王の治世からマハトマ・ガンディの不服従運動に至るまで、日本人はインドの精神史に寛容の心が脈々と流れているのを知っています。私はインドの人々に対し、寛容の精神こそが今世紀の主導理念となるよう、日本人は共に働く準備があることを強く申し上げたいと思います。私の祖父である岸信介は、今からちょうど50年前、日本の総理大臣として初めて帰国を訪問しました。時のネルー首相は数万の民衆を集めた野外集会に岸を連れ出し、この人が自分の尊敬する国、日本から来た首相である、と力強い紹介をしたのだと私は父に聞かされました。敗戦国の指導者としてよほど嬉しかったに違いありません。また岸は日本政府として戦後最初の政府開発援助を実施した首相です。まだ貧しかった日本は名誉にかけても政府開発援助を出したいと考えました。この時、それを受けてくれた国が帰国、インドでありました。このことも祖父は忘れておりませんでした。私は皆様が日本に原爆が落とされた日、必ず決まって祈りを捧げてくれていることを知っています。それから皆様は代を継いで、今まで4頭の像を日本の子供たちにお送りくださっています。ネルー首相がくださったのは、お嬢さんの名前を付けたインディラという名前の像でした。その後、合計3頭の像をインド政府は日本の動物園に寄付してくださるのですが、それぞれの名前はどれも忘れがたいものです。アーシャ、希望、ダヤー、慈愛、スーリア、太陽。最後のスーリアがやってきたのは2001年の5月でした。日本が不況から脱しようともがき苦しんでいるその最中、日本の日はまた昇ると言ってくれたのです。これらすべてに対し、私は日本国民になり代わりお礼を申し上げます。以上が演説の一部です。日本とインドがこれほど友好的な関係を築いていたことに驚きますね。この話題に対して海外の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。なんて素晴らしい演説なの？深くうなずいて涙ぐんでしまったわ。この素晴らしい演説が日本では報道されていないなんて信じられない。まったくだね。インドのメディアはこのニュースを一面に載せていたっていうのに、まさか日本のメディアはこのニュースを知らないのか？いや、知らないわけないよ。日本メディアは偏向報道だからね。あえて黙っているんだろう。俺は自国の政府や首相が何をしたのかを知るのは国民の権利だと思う。インドの首相が他国で称賛される行動を起こしても、メディアが国民に知らせなかったら、権利を妨害されているとクレームを入れるね。日本のことはよく知らないし、あまり興味もなかったけど、インドと友好的な関係を築いている国なのね。もっと日本のこと知りたくなったな。
日本のことは嫌いじゃないけど、日本メディアには怒りを覚えるね。正しく公平に情報を伝えない。報道関係者は国民に謝罪した方がいい。大国ぶらず、威張らず、その国に敬意を払う安倍は、日本の代表にふさわしかったよ。我らインド国民も襟を正して、この演説にふさわしく、日本の人たちに接しなければ。恥ずかしながら、僕たちの国、インドがしてきたことを知らなかったんだけど、それに対してお礼を述べてくれたことに涙が出たよ。僕も日本に原爆が落とされた日に黙祷しようと思う。日本はもっと愛国心を学校で教えないといけないわ。諸外国では常識だし、教室に国旗があるのは普通よね。日本の学校ではそういうの教えないみたいだけど。日本人にも当然愛国心はあるんだろうけど、外から見るとわからないんだよね。まあ、あまり感情を出さない国民だし、大げさな表現を好まないみたいだから。でも、日本の国民だってこのニュースを聞いたらきっと嬉しいと思うんだ。国内で報道しないなんてもったいないね。メディアってさ、基本は中立的な立場で物事を言うべきだよ。だから今回の態度は正しい。自国の総理大臣が海外で演説した内容を伝えることのどこが中立的じゃない行動なんだ？安倍さんのおかげでインド国民は日本を好きになったこと、それをちゃんと伝えてほしい。日本の国民は政治家に不信感があるけど、事実とは異なることが多く報道されているように見える。なんでわざわざ蹴落とそうとするのかな？日本の政治家は海外でばかりいい顔をしてるからじゃない？この演説に感動しているインド人だって、もし日本に生まれ育ってたら、安倍さんを見る目が違っていたかもしれないよ。安倍さんは、おじいさんがインドから受けた恩を返したんだろう？海外だからいい顔をしたわけではない。心の底からの言葉だと俺は思いたいね。以上が海外の人々の反応でした。日本がインドに感謝を感じていること、そしてそれを言葉にして伝えてくれたことに感動する声が多く聞かれました。演説を行った2007年より50年以上前に日本とインドは国交を樹立しましたが、皆さんはインドという国をどのくらいご存知ですか？人口がとても多い国、多数の宗教や民族が存在する、など以外はあまり知られていないと思いますので、ここからはそんなインドについてご紹介していきます。1. 日印関係。日本とインドの文化的交流は仏教が日本に伝わった6世紀頃、19世紀に入り開港地であった横浜や神戸に貿易関係で従事するインド人が多く、居住した1903年頃から直接的な交流が始まりました。1939年の第二次世界大戦勃発とともにインドからの輸入を制限する政策が取られ、多くのインド商人が帰国しましたが、戦後再び来日。そして戦前から多くのインド人が住んでいた神戸が日本のインド人コミュニティの中心地となりました。インドがイギリスから独立するために1857年から1世紀近く続けていた独立運動の時代も、日本政府はインド国民軍とインド独立連盟に対する支援を拡大。そして独立から2年が経った1949年、敗戦で落ち込んだ日本を励ますため、インドは上野動物園にアーシャとダヤ2匹の象を送ります。そして1952年4月28日、日本とインドは外交関係を樹立する書簡を取り交わし、日印国交を樹立しました。2. IT 産業。Google、マイクロソフト、IBM、Adobe といった世界有数企業はすべて CEO がインド人です。また、Apple やインテルにも副社長などに多数のインド人幹部がおり、ソフトウェアの生産は2000年頃から急速に伸びて、今や IT 業界におけるインドの強さは世界的な共通認識になっています。日本ではインドが IT 先進国という認識の人は少ないかもしれませんが、インド社会の IT 化、デジタル化は日本の比ではなく、
キャッシュレス決済は日本よりも普及しています。さらにインドの都市バンガロールには IT 関連産業の会社が数多く集まり、ソフトウェアのエンジニアが20万人いると言われているのです。ではなぜインドは IT が盛んになったのでしょうか。その理由は数学にありました。イギリスから独立した当時、インドには大きな産業がなく、頭脳で国を発展させようと数学に力を入れます。その結果、インドの小学生は 19×19 までの計算を簡単に解くのだとか。さらに、ただ暗記させるだけでなく、なぜそうなるかを考えさせることで数学が面白くなり、自発的に勉強が進むといいます。このように数学に力を入れた教育もあって、IT 関連産業が飛躍的に発展したのです。そんなインドの GDP は2050年には世界第3位まで成長すると見られています。以上、インドに関する情報を2つご紹介しました。インドが国として成長し続けている理由が見えましたね。今回の話題のように、ずっと昔に受けた恩を忘れず、苦難の時期には手を差し伸べることは誰にでもできることではありません。国土も人口も10倍以上の大きな相手と良好な関係を続けていくために、長い年月をかけて信頼関係を築いたのでしょう。ちなみに、日本の平均年齢 48.6 歳に対して、インドの平均年齢は 27.9 歳。高齢化が囁かれている日本ですが、友好関係を築いているインドから学べることはたくさんあるのかもしれませんね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションはリリーがお送りいたしました。